こんにちは、ミッキーです。今回は表参道原宿から令和の注目カフェ6選をご紹介していきます。流行の発信地としても知られています表参道原宿エリアですけれども、令和に入ってからも新しいお店が続々と登場しています。新しいお店の他にも注目のカフェがいくつかありますし、今の春の季節にぜひ訪れてほしいようなゆったりとしたスペースとかアーティスティックな空間がたくさん溢れていますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、買い物や東京都内の散歩の休憩としてカフェ利用していただければと思って今回動画を作っています。今回ご紹介するカフェはテラス席がおすすめなカフェもいくつかありますので、天気がいい日なんかにご活用いただきたいなと思っています。ぜひこの動画を参考にして新しい表参道原宿の魅力に気づいてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは2021年の12月にオープンしたばかりのフラッシュコーヒーさんでございます。こちらの黄色い看板、黄色い内装がとてもインパクトがある空間なんですけれども、実はシンガポール初のコーヒーチェーン店でございまして、アジアで急速に拡大しているお店だということでございます。こちらのお店はテクノロジーを駆使してメニューを提供しているということでございまして、専用アプリを使ったモバイルオーダーも可能なグラブ&ゴースタイルも魅力の一つになっています。登録後30日間は注文で最大 50% の割引ができるキャンペーンも実施中とのことでございますので、ぜひこの機会に試してほしいなと思っています。こちらのフラッシュコーヒーさん、日本の第1号店となっていまして、第2号店は大手町の周辺にもオープンしていまして、私も東京駅の勤務した際に休憩で立ち寄っていますので、また別の機会に東京都特集の中でご紹介できればと思っています。こちらのコーヒーメニューはラテアート世界チャンピオンの監修のもと、100% アラビカ種の上質な豆で提供してくれてますので、コーヒー好きな方にもおすすめですし、他にも個性的なメニューもたくさんありますので、ぜひいろいろなドリンクを試していただきたいなと思ってます。さらに表参道からもう一軒ご紹介していきます。こちらはゴントランシェリエというお店でございまして、2021年の7月にできたばかりのお店になっています。最近表参道アマムタコタンというお店ができまして、そちらのパン屋さんもとてもおすすめなんですけども、私結構並んでる列にですね、うまく並んで入ることができなくて未だに行けてないんですけども、実はこちらのゴントランシェリエさんは近くにありまして穴場スポットになってますので、もしですねアマムタコタンの列に驚愕してしまった人なんかはこちらに来ていただいて頼んでいただくと美味しいパンをいただくことができますので、とてもおすすめな場所になっています。こちらのお店はフランスで大人気のベーカリーカフェだということでございまして、こちらの青山の店舗が日本での1店舗目だということでございます。で、外観は先ほどちょっと映したんですけれども、この黄色のアクセントカラーがとても映えているフランスのまさにパリのような雰囲気のカフェになっています。なんかこのフランスの映画とかで見るそのパリの景色とかって結構このテラス席でテーブルで道を眺めながらパンを食べてる様子なんかが印象的かなと思うんですけど、まさにそういった雰囲気を味わうことができるかなと思ってます。で、この日は平日の朝に訪れたのでこんな感じで空いて活用させていただいてるんですけども、土日とかはもしかすると結構混むかもしれないので、その辺はちょっと覚悟していただくといいかなと思ってます。で、パン以外にもですね、こういった焼き菓子、ケーキとかスイーツとかもありますので、この辺ももし気に入っていただけたら店内でもいいですし、テイクアウトしていただくでもいいですし、頼んでいただくといいかなと思っています。味もそうなんですけども、こういった見た目からもとても美味しさが伝わってくれるようなそんなお店になってますので、そこも嬉しいポイントです。で、こちらのお店の看板商品のクロワッサンは本場のパリでも最も有名な商品の一つだということでございまして、ライ麦が練り込まれています。で、サイズがとても大きくて美しい層で見た目も楽しむことができますので、そのあたりはぜひ写真とか動画に収めてほしいなと思ってます。で、こちら2階の様子を映してるんですけれども、ガラスの窓がとても大きくてですね、光がよく入ってきますので、そういった光が差し込んでくるすごい心地がいい空間を演出してくれてるかなと思ってます。で、今メニューも映してるんですけれども、メニューもですねパン以外にもランチメニューとかいただくことができますので、普通のカフェ利用としてもとても抜群な空間かなと思ってます。で、 Wi-Fi とかも使うことができますので、その辺もポイントですね。
でこちらで使われているバターはフランスの北部、まさにモン・サン・ミシェルがある地域のノルマンディー地方産だということでございまして、フランス発のパン屋さんならではの工夫なんかもされていますので、そこも注目のポイントになっているかなといったところです。そしてこちらはこの日いただきましたクイニーアーマンとクロワッサン、あんこ抹茶、あとはモカチーノでございます。結構ですね、一通り試してみたいなと思いまして、クロワッサン2種類頼んでみました。クロワッサンはこの他にもですね味はありますので、ぜひお友達とかと来ていただいた際には半分ずつにしていただいて頼むなど工夫をしていただくと2倍3倍楽しめるかなと。他のパンの種類も非常に魅力的でございますので、ぜひいろいろと試していただきたいなと思ってます。続いて少し歩いた先でご紹介しますのは、こちらのリトルダーリンコーヒーロースターズさんでございます。こちらは国立新美術館があります乃木坂駅の近くにあるとてもおしゃれな空間になっています。都心に広がっている海外風の開放的な空間になっていまして、インスタグラムとか YouTube を普段見られている方はもしかしたらすでにご存知かなと思っています。前々から紹介しようとは思っていたんですけれども、なかなか機会がなくて紹介を控えていた場所になっています。こちらは店内にこの公園が広がっていまして、倉庫跡地をリノベーションした都心のコーヒーロースターカフェになっています。こちらのリトルダーリンコーヒーロースターズさんで提供されているコーヒーは、日本国内の様々なカフェでも使用されている有名なコーヒーでございますので、後でご紹介しますけれども、もしかするとそのパッケージをご覧になったことがある方は多いかもしれないです。ちなみにこちらはシェアグリーンという商業施設全体を映していまして、リトルダーリンコーヒーロースターさんは今映しています倉庫をリノベーションした空間になっています。中の様子は後でご紹介させていただきます。もう本当にこのシェアグリーンという空間自体がとてもおしゃれで素敵になっていまして、今本当に人がいない映像を映しているんですけども、こちらは平日の朝に伺った様子ですので、土日とか祝日はめちゃくちゃ混んでます。この芝全体がここに来場されているお客さんで埋まるような感じになってますので、リトルダーリンコーヒーロースターズさんも店舗の外まで行列ができてしまうような感じになっています。どうしても落ち着いて楽しみたいという方に関しましては、平日の午前中とかを狙っていただくととてもいいかなというふうに感じています。今映していましたのは花屋さんになっていまして、こちらでは花を買ったりすることもできますので、そのあたりも女性とかには嬉しいポイントかなと思っています。特に天気がいい日なんかにはこういった青空とのコントラストを楽しむこともできますので、そのあたりもぜひ楽しんでほしいです。で、今からこちらのリトルダーリンコーヒーロースターズさんに入っていくんですけども、こちらのお店はトランジットグループという会社が経営されているお店になっていまして、日本国内ですと他にもビルズさんですとか、以前に六本木編のカフェ特集でご紹介したダウンステアーズコーヒーさん、他には虎ノ門編でご紹介した虎ノ門ヒルズカフェ、渋谷編でご紹介したアップライトカフェなどがあります。残念ながら閉店してしまった立川編でご紹介のサインさんですとか、あとは銀座にありましたネオ喫茶キングさんなどもありまして、その辺をご存知の方もいるかと思います。どのお店もめちゃくちゃおしゃれで、料理も美味しくて、コーヒーも本格的なものばかりなので、カフェ好きな方なんかは一度トランジットグループさんのホームページを確認していただいて、自分が一番気に入った場所とかを中心に訪れていただくと、とても充実したカフェ巡りを過ごすことができるかなと思っています。こちらが先ほどご紹介していましたコーヒー豆のパッケージでございまして、このヒップホップな雰囲気なんかもとても楽しめる部分になっているかなと思っています。なんとなくイメージ的にはシュプリームとかストゥーシーとか、そういった洋服のブランドが好きな方なんかにはめちゃくちゃ好まれるパッケージかなと思っています。で、こちら店内もマイナスイオンあふれる空間を楽しむことができるかなと思ってます。あとこちらはメニューになってますので、ぜひ参考にしていただきたいなというのと、タイミングによっては提供されていないメニューなんかもありますので、その辺はご注意いただきたいなというところでございます。で、こちらこの日はコーヒーと合わせてハンバーガーをいただきました。ハンバーガーもパティがめちゃくちゃ美味しかったので、その辺も注目になっていますし、こういった桜の季節なんかには桜の木が店内に飾られていまして、テイクアウトのコーヒーと一緒に写真に撮っていただくこともできますし、テイクアウトだとこんなランチボックスに入れていただいてポテトもテイクアウトすることができますので、その辺も楽しんでみてください。続いてご紹介しますのは A to Z カフェさんというところでございます。こちらは南青山にひっそりと佇む隠れ家的なカフェになっていまして、世界的に評価されている美術作家である奈良美智さんがプロデュースしたということで、芸術的な観点からも大変注目度の高いカフェになっています。私も以前に六本木ヒルズの森美術館で開催されていたスターズ展の中で奈良さんの作品を見ていたんですけれども、まさに世界中で流し知れた奈良さんの作品はとてもインパクトがあって素敵だったなと思っています。
皆さんも奈良さんの作品いくつか見たことがあると思ってまして、店内を見ていただくと、この作品が奈良さんのものなんだと、今後いろんな美術作品を見ることも楽しみになるかなと思っています。店内のインテリアもですね、一つ一つ椅子の形が違ったりとか机も違ったりというところで、その辺も注目になっていますし、今回夜に訪れましてテラス席は映すことができなかったんですけれども、テラス席もとてもおすすめだということでございますので、ぜひですねインスタグラム等を見て他のインフルエンサーの方々から情報を収集してほしいなと思っています。こういった小屋の中に席があるというのも奈良さんの作品でよく見られるようなテイストかなと思ってますので、その辺も芸術が好きな方なんかはとても嬉しい部分なのかなと思っています。こんな感じのカウンター席もありますし、他にもコテージ風の座席とかもありますので、もし余裕がありましたら確認していただいてお好みの席で楽しんでほしいなと思っています。こちらはこの日に頼みましたその時美味しいデトックスサラダというものでございます。このメニューのようにその時という名前がつくメニューはその時期ごとで出てくるものが違うということでございますので、ぜひ四季折々の食べ物を試していただいて満足感たっぷりにいただいてほしいなと思っています。でこちらのお店は先ほどテラス席もおすすめだというふうに申し上げたんですけれども、大きな窓からは東京の高層ビル群も一望できるということでございますので、テラス席じゃなくても夜はもちろん昼間とかにも楽しむことができるかなと思っています。さらにこちらはバジルクリームチキンというものと、あとはマッシュポテトとひき肉のミルフィーユチーズ焼きというものでございまして、この料理単体でも美味しいですし、お酒と一緒に味わっていただくとよりその美味しさを味わっていただくことができるかなと思いますので、ぜひマンボウをかけて今のタイミングで試してほしいなと思っています。他にもこういったホットアップルサイダーなんかもありまして、こちらの映像は冬に行った時の映像なんですけども、身も心も温まるようなすごい優しい味わいのアップルサイダーになっていました。この蜂蜜をかき混ぜる棒なんかもとてもおしゃれで素敵ですよね。続いては原宿に場所を移しまして大場カナルの原宿店でございます。大場カナル都内でもたくさんお店がオープンしてるんですけども、こちらの原宿店は2020年の6月にニューオープンしたお店になっています。こちらはフランス本場のにぎわいと味わいが息づく空間の中でフランスの大衆食文化を伝えるがコンセプトになっていまして、内装だったりカトラリーだったりメニューとかサービスとか、その全てがフレンチスタイルを追求しているような空間になっています。そういったところも含めまして、あとはお店の方の接客とかも大場カナルの心構えを感じることができますので、ぜひこのフランスの雰囲気味わってほしいなと思っています。空間、メニュー、人、この3つの要素が揃って調和することで、まるで海外に来ているような気持ちになることができますので、まさに海外旅行に行きづらい今の時期だからこそ味わってほしいようなお店になっています。もちろん原宿以外にもお店があると冒頭で申し上げました通り、他のお店もとてもおすすめになってますので、ぜひ皆さんの勤務地だったりとかお住まいの地域の近くで大場カナルありましたら一度は試してほしいなと思っています。そしてこんな感じで壁に貼られたようなグラフィックとか写真とか、あとは鏡とか赤い椅子、黒板に書かれたメニュー、フランスのポスターなんかが空間作りにも一役買ってるのかなといった印象です。あとはこちらのテラス席なんかもとてもおすすめでございまして、この時は冬だったからあまり外で食べてる人もいなかったんですけれども、春の季節、夏の季節なんかにはとてもおすすめできるのかなと思っています。そしてこちらはこの日に頼みましたビスクプレートでございます。この美味しい食材を少しずついただけるというところもおすすめのポイントになっていますし、定番のいつでもあるメニューに加えて旬の食材を用いた日替わりメニューが楽しめるというところがこちらのお店のポイントになってますので、ぜひ季節感を味わえるようなメニューを皆さんも頼んでほしいなと思っています。この大場カナルそれぞれに各店のシェフの個性も加わっているということでありますので、お店ごとでまたちょっとずつ味わいが違うというところもこの大場カナルさんをお勧めできるポイントになっています。こちらはオムレツライスになっていまして、卵のふわふわな感じを味わってほしいなと思いますので、フレンチスタイルの本格的なオムライス味わってほしいなと思っています。でこのオムライスの生地を割っていただくとこんな感じで中のふわとろな感じがさらに際立つと思いますので、ぜひこの上からケチャップをかけていただくなどして楽しんでほしいなと思っています。あとはこちらのお店は外国人のスタッフの方なんかもいらっしゃいますので、もし原宿や表参道に外国人のお友達が遊びに来た場合なんかにもお勧めできるような、そんなお店になっているかなと思っています。そして最後にご紹介しますのはピーナッツカフェサニーサイドキッチンさんというところなんですけれども、先ほどの大場カナルさんもサニーサイドキッチンさんも実はこの With 原宿という2020年に開業したばかりの原宿駅前の複合施設の中を映しているという形でございます。
この中にはユニクロもあったりとかスターバックスがあったりということで、いろいろとおすすめのお店なんかはありますので、ぜひですね原宿の新しい魅力に触れてみてほしいなと思っています。先日の3月頃まではですねバンクシー展なんかもやっていまして、そちらで訪れたことがある方もいるかなと思うんですけども、この With 原宿という複合施設の中ではこういった企画展なんかもしている様子ですので、ぜひ機会があれば皆さんも訪れてほしいなと思ってます。そしてこちらが今回ご紹介するピーナッツカフェさんなんですけれども、このピーナッツというのはですねスヌーピーの登場する漫画の作品から来ているということでございまして、そのコミックピーナッツにゆかりのあるアメリカ西海岸をテーマにしたナチュラルでどこかウィットに富んだ遊び心あふれる普段使いの大人なカフェになっているということでございます。こんな感じでスヌーピーとかにまつわるようなグッズの販売もされているところも一つ嬉しい部分なのかなと思っています。こちらの表参道の店舗は一日を幸せにする健やかな食をテーマにしているということでございまして、非常に多くのメニューもありますので、その辺も後で確認してほしいなと思っています。あとはこちらのドーナツ、見た目にもとても可愛らしくておすすめできるポイントになってますので、ぜひこちらに訪れた際にはお土産としてもご検討いただきたいなと思っています。チャールズ・ M. シュルツ氏が書いたコミックピーナッツなんですけれども、そちらは1950年に新聞の朝刊から始まったということでございまして、実はスヌーピーも非常に歴史がある漫画になっています。スヌーピーなどのキャラクターにちなんだ西海岸的コンフォートフードとかデザートはもちろんバリエーション豊かなドリンクメニューもありますので、ぜひ試してほしいなと思っています。そしてこちらのお店ではタブレットで注文をすることができまして、タブレット一つ一つ見ていただきますと、このお店のメニューのこだわりなんかも確認していただくことができますので、ぜひそのあたりを見ていただいて、たくさんメニューはあるんですけれども吟味していただいて注文してほしいなと思ってます。まさに普通のランチとかでいただけるようなフードメニューもありますし、スイーツも充実していますし、ドリンクもたくさんありますので、いろんな用途で使うことができそうな印象ですね。特にアサイーボウルなんかもありますので、モーニングとかでも十分にご活用できるかなと思っています。こちらはこの日にいただきましたドーナツセットでございまして、このドーナツが乗っているプレートにはチョコレートのパウダーがスヌーピーにかたどられて乗せられているという工夫も感じられました。あとドーナツセットは660円なんですけども、ドリンクもついてきますので結構お得なのかなと思ってます。あとは友人がカフェラテを頼んでたんですけども、そちらもですね結構大容量にいただくことができたかなといったところです。でチーズケーキは結構値段はするんですけども、果実感たっぷりにおしゃれに乗せていただくことができますので、ぜひこちらも試してほしいなと思っています。であとはアサイーグラノーラですね。こちらは先ほども申し上げましたけれども、モーニングなんかにもおすすめできるようなものになっているかなと思いますので、ぜひ原宿にモーニングでこちらを訪れていただいて、買い物を始める前の腹ごしらえとしてご活用いただきたいなと思っています。以上、今回は表参道原宿エリアから令和の注目カフェ6選をご紹介させていただきました。この他にも表参道原宿エリアには新しくておすすめのお店がたくさんオープンしていますので、また別の機会で巡ってみてご紹介したいなと思っています。まさにちょうど過ごしやすくて散歩とかにもおすすめな今の時期だからこそ、こういった表参道原宿エリアのお店を参考にしていただいて、それこそ今回ご紹介したお店はいずれもテラス席とかテイクアウトで楽しめるようなお店がたくさんありますので、外の天気や日差しとのコントラストも楽しみつつ、ぜひ素敵な写真とか素敵な動画を撮っていただきたいなと思っています。もちろん料理もとてもおすすめなので、ぜひそのあたりも十分に楽しんでいただいて、身も心も満たされてほしいなというところです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。